時は天正18年1590年、日本は豊臣秀吉という一人の男によってまさに統一されようとしていました。残るはただ一つ、関東に広大な領土を誇る北条氏のみでした。彼らはその堅固な城郭群を盾に秀吉の天下統一を阻む最後の壁として立ちはだかっていたのです。秀吉はこの堅な抵抗を打ち砕くべく全日本を巻き込む総力戦小田原征伐を開始しました。その中で八王子城の戦いは単なる市場攻略ではありませんでした。北条氏が徹底抗戦の構えを崩さない中、秀吉は厳しさを北条に示す必要があると考え、この献上を見せしめと定めたと言われています。わずか1日で落城し、婦女子までもが犠牲となった悲劇は、この見せしめという冷酷な意図の裏にあったのです。八王子城の陥落は、小田原城にこもる将兵の心を深く揺さぶり、北条氏の降伏へとつながる決定打となりました。これは単なる軍事的な勝利だけでなく、北条氏の士気を徹底的にくじく心理戦の一環でもあったのです。八王子城、それは北条氏輝が築き上げた東国における築城術の最高到達点と謳われた山城でした。かつて武田勝頼の猛攻にさらされた滝山城の教訓から、氏輝は山一つどころか山二つ、三つを城にするという壮大な夢を抱いていました。しかしその献上がなぜわずか1日で落城してしまったのでしょうか。未完成のままわずか3年でその運命を終えたこの城は、戦国末期の総力戦においていかに個々の堅牢さが無力であったかを物語っているのです。皆さん、この矛盾に気づかれましたか？東国一の献上がなぜこれほどあっけなく落ちたのか、その謎をこれから紐解いていきましょう。旧暦天正18年6月23日、西暦1590年7月24日、八王子城はその歴史に血塗られた一日を刻むことになります。城主北条氏輝は小田原城に籠城中でした。城の命運は城代家老ら老将たちに託されていたのです。八王子城はその複雑な地形を最大限に生かしたまさに自然の要塞でした。城の入り口である小口は敵の侵入を阻むための罠が張り巡らされていました。特に御主殿の小口は高低差約9メートルをこの字型に折れ曲がった階段通路とし、前面に石が敷き詰められた八王子城独特の構造でした。道を屈曲させ敵の進撃を鈍らせる食い違い小口もまたその防御思想の結晶だったのです。これは敵がまっすぐ進めないようにする非常に巧妙な仕掛けだったのですね。城の各所には城山から産出する砂岩を丁寧に積み上げた急勾配の石垣がそびえ立っていました。尾根を断ち切る堀切、絶壁のような切り岸、そして敵の横移動を封じる縦堀、本丸を守る最後の砦、七子車や高丸、そして金子車、松木車、小宮車など幾重にも連なる車が鉄壁の防御網を形成していたのです。しかしこれほどまでに献上と称された八王子城がなぜ一日で落城してしまったのでしょうか。その答えは単なる兵力差だけでは語れません。濃霧に包まれた奇襲攻撃、城主不在という精神的支柱の喪失、そして何よりも決定的な要因が城の内部に潜んでいたのです。城の堅牢さだけでは防ぎきれない別の要素が絡んでいたのですね。城を守る北条型の兵力は総勢わずか2000人から3000人でした。対する豊臣軍は1万5000、あるいはそれ以上というまさに桁違いの兵力差でした。城主北条氏輝は小田原城に籠城し、八王子城の守備は城代家老の横地剣持をはじめ中山家則、加納一安、近藤綱秀、金子家重、大石輝元といった老将や重臣たち、そして地元の農民兵が担っていました。主力兵が小田原に集結していたため、彼らは兵数最上の戦闘能力差を抱えていたのです。城主の不在は守備兵たちの士気を深く蝕みました。そして多数を占める農民兵は訓練も装備も正規兵に劣っていました。この絶望的な状況が短期間での落城を招く一因となったのです。皆さん想像してみてください。城主がいない中で圧倒的な敵を前に八王子城を守る兵士や農民たち、その妻子たちはどれほどの不安と絶望を感じたことでしょうか。八王子城の防御体制は各車に配置された兵士たちの命によって支えられていました。本丸に横地剣持、小宮車に加納一安、中野丸、中山家則、松木車に大石輝元、山下車に近藤綱秀、金子車、作問題に金子家重、
その他、七志車と高丸に、それぞれ兵が配置されていました。彼らは、この城の、そして、北条氏の命運をかけて、それぞれの持ち場で死力を尽くすことになります。八王子城を攻め落とすべく、豊臣秀吉が送り込んだのは、まさに、日の本の精鋭たちでした。北国勢と称されたその軍勢は、前田利家、上杉景勝、真田昌幸、与田康国といった戦国の世に名を馳せた猛将たちによって構成されていました。総勢3万5千。その圧倒的な軍勢は、北条氏の市場を次々と攻略しながら八王子城へと迫っていたのです。対する北条方はわずか3000でした。この数字が示すのは単なる兵力差ではありません。秀吉の絶対的な権力と全国の大名を意のままに動かす統率力。八王子城を早期に、そして確実に落とすという秀吉の冷徹な意志の表れだったのです。まさに、秀吉の天下統一への執念が、この圧倒的な兵力差に現れていると言えるでしょう。豊臣軍の攻城ルートは周到に練られていました。前田利家軍は城の正面根小屋を突破し、最初の防御拠点である山下車へと猛攻をかける計画でした。そして芦田車を突破し、城の中心御主殿へと東側から迫ります。一方、上杉景勝軍は太鼓車の尾根を攻め上がり、さらに絡めてからは上杉真田軍が奇襲を仕掛ける手はずとなっていたのです。大手口と絡めてからの同時攻撃、これは北条方の兵力を分散させ、城の防御網を寸断する狙いがありました。そしてこの絡めてからの攻撃こそが後に城の命運を分けるある裏切りと結びつくことになるのです。この周到に練られた計画が実行されれば、いかに堅城と謳われた八王子城の防御も苦戦が予想されます。八王子城を包囲した豊臣軍の主力はまさに戦国の世を代表する武将たちでした。前田利家1万8000、上杉景勝1万、真田昌幸3000、与田康国4000、北国勢全体3万5000。この圧倒的な物量が北条氏の最後の希望を打ち砕くべく、静かにしかし確実に八王子城へと迫っていたのです。天正18年6月22日夜半、攻撃開始の号令が下されました。しかしその夜は深い濃霧が城山を覆い尽くしていました。視界は遮られ、音は吸い込まれるようでした。この悪天候こそが豊臣軍にとって奇襲の絶好の機会となったのです。城方は迫り来る敵の影に気づくこともなく、防御態勢を整える間もありませんでした。まさに自然が豊臣軍に味方したかのような状況でしたね。午前2時頃、静寂を破り、戦いの火蓋が切って落とされました。前田利家率いる豊臣主力軍は、城域の入り口、根小屋を突破。城郭、最初の防御拠点、芦田車へと、怒涛のごとく、押し寄せました。暗闇と霧の中、城方は混乱に陥り、なすすべもなく攻撃を受けました。豊臣軍は芦田車を突破し、城の中心、御主殿へと東側から猛然と攻め込んでいったのです。各車では血で血を洗う激しい攻防が繰り広げられました。金子車では守備兵たちが巨大な石を転がし落とし、前田軍に甚大な犠牲を強いたと言われています。しかし、絡めてから奇襲で攻め上がった上杉景勝軍によって小宮車が最初に陥落しました。城の防御網は音を立てて崩れ始めたのです。北条方の城兵たちは圧倒的な兵力差にもかかわらず、老将も重臣も、そして地元の農民兵までもが死を覚悟して戦いました。資料には、領民1000名までもが戦闘に参加し、その全てが命を落としたという悲痛な記録が残されています。彼らは城と運命を共にすることを決意したのです。この民衆の悲劇的な抵抗は、後の虐殺や地に染まる滝といった惨劇のまさに序章だったと言えるでしょう。これは単なる兵士の戦いではなく、城と運命を共にした人々の悲痛な物語でもあります。しかし、この堅城の運命を決定づけたのは、外からの力だけではありませんでした。城の内部に一匹の蛇が潜んでいたのです。平井城の平井無辺。彼は、八王子城の不審奉行を務め、城の構造を隅々まで知り尽くしていました。上杉景勝方の武将、藤田信義の調略に応じた平井無辺は、豊臣軍に寝返り、本丸へと続く裏門を開門させたのでした。この裏切りによって、上杉勢が絡めてから一番乗りを果たし、城の防御体制は一気に崩壊しました。平井無辺の裏切りがなければ、八王子城は相当の期間持ちこたえられたとさえ言われています。
城の心臓に突き刺さったこの一撃は、いかに堅固な城も、内部からの情報漏洩と裏切りには無力であるという、戦の非常な現実を、まざまざと見せつけたのです。城の内部からの裏切りにより、八王子城はあっけなく落城しました。しかし一説には、吉来無辺は、妻子を真田昌幸に人質に取られ、脅されていたと言われています。八王子城の落城は想像を絶する悲劇を生みました。特に語り継がれているのが城主の館である古主殿の滝での出来事です。城が陥落した際、古主殿にいた女性や子供、そして城を守った武士たちが滝の上で自尽し、身を投げたと伝えられています。その血によって城山川は三日三晩赤く染まったという伝説が残されているのです。中には、氏輝の正室である久も若君を抱いて、身を投げたという説もあります。豊臣勢による八王子城攻めでは、城兵だけでなく、女子供も含めて1000人以上が虐殺されたとも言われています。この悲劇は、戦の非常さを今に伝える、胸が締め付けられるようなエピソードです。八王子城落城の秘宝は、小田原城に籠城していた城主、北条氏輝の元にも届けられました。氏輝はこの報を聞き、床を叩いて号泣したと伝えられています。この悲劇的な落城は、小田原城に籠城する北条軍の士気を著しく低下させ、戦意を喪失させる大きな要因となったのです。結果として、八王子城落城からわずか18日後、天正18年7月5日、当主の北条氏直は降伏解除を決断しました。氏輝もまた、降伏後に切腹を命じられ、7月11日に、兄、氏政と共に自尽しました。北条氏5代、100年の歴史は、ここに幕を閉じたのです。この八王子城の落城が、北条氏滅亡の引き金となったと言えるでしょう。八王子城落城後、この地は、上杉景勝の家臣である、須田光胤が預かりました。戦死者の数は、周辺の寺の過去帳では527名、関八州、古戦6には、前田軍が280、上杉軍が273の主級を挙げたと記録されています。八王子城攻めが、小田原攻めの中で最も凄惨を極めた戦いの一つであったため、後、江戸幕府はたたりを恐れ、この土地を天領として幕末まで管理し、入山を禁制としたと言われているのです。現代において、八王子城跡は国の史跡に指定され、発掘調査と整備が進められてきました。御主殿跡付近の石垣、小口、引き橋などが復元され、当時の城の様子を伺い知ることができます。2006年には日本100名城の一つに選定され、2020年には日本遺産にも認定されています。かつての悲劇の舞台は、今や歴史を伝える貴重な史跡として、多くの人々にその姿を見せているのです。この城跡を訪れると、当時の人々の悲鳴や、戦の厳しさが今もなお伝わってくるようです。八王子城の戦い。この戦いは、戦国末期における戦のあり方が、個別の城の堅牢さから、広域的な戦略、圧倒的な兵力集中、そして情報戦を含む多角的なアプローチへと移行していたことを明確に示唆する歴史的な一幕と言えるでしょう。八王子城の記憶は今も静かにしかし力強く私たちに語りかけているのです。